皆様こんにちは。今ご紹介がありましたように、国家基本問題研究所は創立から10年を迎えました。私たちはこの国旗圏を、日本国を立て直すという固い意志のもとで創設いたしました。戦後70年が過ぎてもなお我が国には、私たちの国は本当の意味で独立国なのか、自立しているのか、そのような議論がございます。そのように問わなければならない多くの現象が目の前で起きています。私たちが今目にしておりますのは、今まで見たこともないような大きな世界の地殻変動です。その中で何とかして私たちの国はきちんとした形で生き残りたい。幾百世代の先人たちがこの国を愛し、大事な価値観を守り、それを維持し伝えてきた、その思いを引き継ぎながら、国としての基盤をきっちりと作りたい。具体的には、私たちは憲法改正を掲げてこの国旗圏を作りました。そして本当に信じられないのほどの速さで10年が過ぎました。この10年間、本当にいろんなことをしてまいりましたけれども、この会場にいらしてくださっている皆様方をはじめ、全国津々浦々、今日はこの会場に来ることができなかった多くの人々のお支えを得て、10年走り続けることができました。この10年間、まだまだ目標は達成するところには至ってはいないのですけれども、私たちは他のシンクタンクと比べても本当に一生懸命やってきたと思います。やってくることができたと思います。それはひとえに会員の皆様方、そして研究員として私たちを支えてくださった皆様方のおかげです。理事長としてここに10周年を迎えられたことを心から喜び、皆様方に心よりのお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。10年経ってみて、世界はどのように10年前と変わったか。先ほども申し上げましたけれども、見たこともないような変化が足元に迫っています。直接的には北朝鮮の問題があります。多くの日本国民が拉致されたままであります。この日本国民をなぜ私たちの国は救い出すことができないのか。国家としてなぜ行動できないのか。なぜお願いするしかないのか。この北朝鮮の後ろには中国が控えています。中国は大きく膨張しようとして、私たち日々その情報を危機感を持って受け止めております。中国が形成しようとする国際社会は、アメリカを主導国とする戦後の国際社会、それとは全く異なる価値観を掲げています。今私たちが直面しているのは、大きな枠組みの中での価値観の戦いであります。その中で私たちは日本の価値観を保ちながら、自由主義社会、民主主義社会をどのように守り
堅固にしていくのかという課題に直面しています。日本は生き残れるのかというタイトルに込めた思いはそのようなものでございます。これまで国旗権は地政学であるとか軍事力であるとか経済学であるとかそのような要素で国際社会を分析してまいりました。それも非常に重要な要素です。しかし今日ここに10周年を記念してお招きいたしました講師はフランスのエマニュエル・トッド博士でいらっしゃいます。トッド博士の国際情勢に対するアプローチの仕方は私たちとは全く違います。トッドさんは歴史人口学者でいらっしゃいます。人類学者でもいらっしゃいます。家族の在り方というものに非常に重要な意味を与えています。そして若い頃から通常の論理とは異なる国際関係論を展開して世界の注目を浴びてきました。最初の著作は1976年であったかと思います。最後の転落。これはトッド博士が25歳の時に書いた本です。その中で旧ソ連の崩壊を予測いたしました。見事に当たりまして国際的に広く認められるところとなりました。その後もトッドさんはユニークな人口構成の面から国際社会を分析する手法をさらに発展させ、2002年には帝国以降アメリカシステムの崩壊という世界的なベストセラーをお出しになりました。その後も多くの著作がございます。本当に多くの著作がございますので、日本の皆様方もこれをお読みになった方少なくないと思います。今日はトッド博士に彼自身のユニークな視点から現在の世界を分析していただいて、世界の近未来を予測する作業をしていただこうと思います。どなたにとりましても今までにないようなものの見方を提供されるという意味で非常に刺激的なセッションになろうかと思います。どうぞご清聴くださればと思います。ではトッド博士にご登場いただきましょう。エマニュエル・トッド博士です。どうぞ。どうもありがとうございます。始めてよろしいでしょうか。こんにちは。私は今回東京に来れて嬉しく感動しております。私は日本に来るたびにいつも嬉しく思っております。科学者研究者として非政治的な形でお話をすべきなんですけど、ただ日本という国にはそして日本文化には大変な愛情を持っているということをやはりどうしてもお話ししたいと思います。今の素晴らしいご紹介に御礼申し上げます。私の研究についていろいろお話しくださいましたが、これから私は決して将来の予測は本日は申し上げないということだけ最初に申し上げておきます。現在の状況はあまりにも複雑です。今
回の講演会に関しましては原稿を用意したんですけれども、その原稿も何度も何度も見直さざるを得ませんでした。なぜならば、このところ、この数週間、この数ヶ月の間、今月、本当に状況が急速に変化していくからなんです。本当にこれは問題であります。したがってこれからご提案するのは、むしろある意味の私が何を考えているかという考察、歴史を今までとは異なる、通常とは異なる形で見ていく、その見方といくつかの結論も申し上げますが、決して将来に対する確固たる予測などは申し上げられません。私が最後に東京に来たのは2016年の10月でした。ちょうどドナルド・トランプが大統領に選出される1ヶ月前のことでした。ブレクシットはすでに投票で決定していましたが、当時、私はやはりアメリカ合衆国を世界一の大国であり、安定していると考えていました。覚えています。その前回の東京での講演会の時ですけれども、私はその世界を地政学に見て、3つの安定した大国があると、米国、ロシア、日本があると申し上げました。そしてまた2つの地域とか国で、潜在的な不安定なところがあると、それが EU と中国であるというふうにお話しいたしました。ロシア、日本、中国、そして EU に対する私の評価はほとんど変わっていません。ただ、ロシアについては制裁を受けながらも、ヨーロッパやアメリカから制裁を受けながらも、やはりそれでも社会的、政治的安定性を増しています。自殺率や殺人事件の発生率もロシアでは下がり続けています。失業率は低く、プーチン大統領は高い支持を得ています。また、最近ではロシアが明らかに軍事技術分野においても勢いを取り戻しています。S-400 地対空ミサイルはシリアなどで、あるいは他のところでもそうでしょうが、勢力均衡を維持する大きな要因となっています。トルコはNATOに所属していますけど、このようなシステムを購入しております。日本ですが、日本に関しては、繰り返しますが、日本の基本的な問題というのはやはり人口の減少です。私は人口学者ですから、当然日本の人口の減少について、注視しなくてはせざるを得ません。いまだに日本は人口の減少の問題があります。経済的、社会的、政治的な面からは日本は非常に安定しています。ヨーロッパから来るとそれは一目瞭然です。常に日本には一定の安定性と活力があります。日本社会の基本というのはそういったものであります。ヨーロッパはほとんどしかしながら麻痺状態に陥っていると言えると私は思います。確かにヨーロッパには主要な大国があります。ドイツです。しかしながらドイツというのは今矛盾に取られています。一方で輸出大国であり続けるという大きな目標があります。素晴らしいです。何しろ黒字はGDP の 8% という貿易黒字を抱えております。しかしながらこのような輸出大国でありながら、しかしながらこのドイツもやはり人口減少の状態に直面しています。ただドイツの対応は全く日本とは異なります。というのも大量に常に移民を受け入れ続けているからです。その結果どうなったか。その結果ドイツというのは
大国であるという目標を断念しているわけではありませんが、しかしながら国内でのバランスが非常に重要になっています。というのも大変に移民が多く流入しているからです。つまりドイツは一方では開放的であろうとしている。しかしながらまた同時にやはりこの国内の安定性の問題がありますから、ある意味で国の中に少し閉じ込まなくてはいけません。そしてもう一つ、ドイツにはいわゆる軍事的な能力というのがあまりありません。その結果、ドイツの、そしてヨーロッパが麻痺している、この状態に拍車がかかっています。これは前回日本に来た時からあまり変わっていない傾向であります。で、中国でありますが、中国はアメリカ合衆国と戦略的に対立するようなことを言ってますし、大変な人口でありますし、成長率は非常に高いのですけれども、しかしながらそれでも私はやはり中国は極めて脆い大国だと思っています。すべての人口学者は私と同じ意見です。ここでは私が非常に独創的だということはありません。人口学者は皆中国の人口のは非常に急速な高齢化に直面しているというのも出生率が大幅に急落しておりますから、それからまた人口学者たちは一つ基本的な異常な事態があることをしています。いわゆる出生の時の性比です。つまり赤ん坊が生まれた時に男の子と女の子のパーセンテージなんですが、女の子が100人生まれた時、ユーロアシア、普通のユーラシアの社会でしたら、女の子が100人生まれた場合は、普通には男の子は105人とか106人なんです。ところが中国ではこの数字が118人、100人の女の子に対して男の子が118人となっています。ということは選別的な中絶を行っているということです。女性の胎児が中絶されているということであります。もちろんこれは当然のことながら、長期的には人口学的な不均衡を生み出します。多くの中国人の男性が妻を見つけられないという状態になります。しかし何よりもそれは中国のメンタリティが古いということです。中国のメンタリティは決して現代的になっている国ではなく、メンタルの意味ですけどもね、むしろこの国が古い伝統的な考え方に戻ってきているということを示しているのです。中国の教育レベルを見てみましょう。ある一定の年齢層の高等教育進学率はまだ 6% です。若い人たちの間です。ところが、すべての先進国、例えばヨーロッパの国とかアメリカ合衆国とかカナダ、オーストラリア、日本などでは、この若者で高等教育に進む数字というのはもちろん国によって変わりますけれども、大体 20% から50% ぐらいの間で変わっているのです。ですから、中国にいわゆる神話がある。中国は確かに大国である。中国の国内市場は非常に重要である。そしてまた貿易黒字があって、外交的にも大きな力を行使できる。しかしながらだからといって、新しい現代的な世界ではないと思います。で、人口学者から見て、社会の活気というのはやはり移民のバランスによって決まってくると思います。つまり、多くの人たちがその国に来るならば、つまり入ってくるより、失礼しました。出ていくよりも入ってくる人間が多い場合どうなるかということです。アメリカもそうです。すべてのヨーロッパの国もやはり出ていく人間よりも入ってくる人間のが多いのです。ロシアですらやはり流入人口のが多いのです。日本もですらそうなのです。日本はあまり移民を迎えたくないと思うかもしれませんが、多くの人が日本に来て暮らしたいと思うのです。しかし中国はこの数字がネガティブであります。中国の統計というのはあまり信頼できないんですけれども、毎年通常使われる数字によりますと、中国での流出入に関しましては
de personnes. 毎年150万人が中国から流出しているとのことです。もちろんそこで中国から出て行って戻ってこない人たちというのは中国人の中で最も活力がありリベラルな人たちです。で毎年中国の教育省はquelle proportion des étudiants chinois どれだけの、留学に行った中国人たちが戻ってくるかということを非常に不安な気持ちで、見ているわけです。ですから私としては中国が安定した国としては見られないのです。大国であります。しかし脆い大国、そしてその大国に関しては将来的に、危機があるかもしれない国です。私はそれがどのような危機かということは今申し上げられません。1年半ずっとplus généralement pour le monde anglo-américain, ou ce qu'on appelle l'anglosphère, en incluant le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, 米国とか、いわゆるアングロサクソンの世界においては、しかしながら全く状況が変わったと思っております。この英語圏というのはまたむしろ新しい不安定の局になったというすら思います。私はフランス人です。でも私が反アメリカのフランス人だとは思わないでください。典的な反アメリカのフランス人だとは思わないでください。私の家族にはアングロサクソンの親族がいますし、私の母は第二次大戦の時アメリカに亡命しましたし、私の父は第二次大戦の後アメリカで亡くなっています。そして私の長男は私と同じように一部イギリスで留学してるんですけど、イギリス国籍を取得しています。私はイギリスの国籍を持っている孫が2人いるのです。ですから私がアングロサクソンの世界とかアングロサクソンの世界に危機が起きるかもしれないという時は、いわゆる反アメリカのゴール主義的な典型的なフランス人の発言ではないのです。私はおそらくアングロサクソンの世界が好きであり、とてもその世界が自分に身近なものだと感じています。アングロサクソンの世界が危機を減るかもしれないということは、地球全体が不安定になったということでもあります。私はここでtoute la dynamique 18世紀以来、世界の経済文化の動きが、そしてまた民主主義の政治的な動きというのが、このやはり18世紀以来、やはりアングロサクソンの世界によって突き動かされました。やはり産業革命があり、イギリスの立憲制があり、そしてアメリカの動きがありましたので、もしある程度明晰さを持っていれば、ne sait plus où il va, eh bien, il faut l'admettre, ça veut dire tout simplement, pour moi, que le monde ne sait plus où il va. Si on a une crise, on a actuellement une crise du capitalisme mondialisé, on a une crise de la démocratie, tout le monde est d'accord là-dessus, aux États-Unis ou en Angleterre, et tout ça se passe dans les deux pays qui avait lancé la révolution néolibérale avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Donc on est vraiment à un tournant. Alors on connaît, on peut analyser les choses. On sait que c'est le libre-échange qui a fait stagner le revenu médian des ménages américains, qui a fait monter les inégalités dans tous les pays avancés. Mais aux États-Unis eux-mêmes, le pays qui avait lancé le processus, le pays qui domine, je dirais, le monde du libre-échange, qui le dominait jusqu'à Donald Trump, le libre-échange avait conduit à une instabilité, à une insécurité sociale qui avait elle-même mené à une augmentation de la mortalité des Américains blancs de 45 à 54 ans dans la période 1999-2013.
On a même un très bel article qui montre que l'augmentation de la mortalité aux États-Unis par suicide, empoisonnement, désespoir d'un type ou d'un autre, a été particulièrement importante dans les comtés des États-Unis dont l'industrie ou ce qui restait d'industrie a été déstabilisé par l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Donc on a vraiment là quelque chose de tout à fait considérable qui se passe. Mais pour moi, l'économie n'est que la surface des choses. Et c'est là sans doute que la vision que je vais vous proposer se différencie de ce qu'on dit généralement du sort du monde. Parce que moi, je vois la crise de la démocratie et la crise de l'économie, j'en vois la source ultime, la source la plus profonde, non pas dans l'économie elle-même, mais dans le développement éducatif des pays les plus avancés. Alors, je voudrais d'abord dire comment je vois l'émergence de la démocratie. Pour moi, le phénomène démocratique originel, il a été créé non par le développement économique, mais par l'alphabétisation de masse. Ce moment, dans les pays, toute la population a commencé à savoir lire et écrire, et où le sentiment d'une homogénéité et d'une unité sociale s'est répandu. 広まったその時に民主主義ができたんだと思います。すべてのこの識字率が高まっている国々で政治的な統合が生まれ、そして最終的には一定の期間を経てからですけれども、そしてもちろんいくつもの危機を経てからですが、何らかの形での普通選挙という選挙方法が生まれました。こういった民主主義的な社会の基盤というのは、やはりその基盤に教育が均質であったということがあるのです。もし民主主義がこういう形であるというふうに見るとすれば、日本でもドイツでも西欧でも、あるいはアングロサクソン系でもこの考えは通用するでしょう。そしてまたロシアにもこの考え方は適用できるのです。私のモデルでは共産党の危機というのは結局民主主義の移行の危機によってできたものだと思っています。ちょっと逆説的だと思われるというのはよくわかります。またドイツのナチスも同じような形で分析することができます。ただ問題というのは人口学的な問題を研究するときに教育だけを取り上げるのはもちろん不十分なわけであります。国々の間には特に最も進んだ国々の間ではさまざまな異なる人類学的な形態あるいは種族、メンタリティの違いがあると思います。そしてそれらは結局その伝統的な農民社会の家族形態がもともと違っていたからなのです。私の専門ってまさしくそうなんです。家族形態の分析というのが私のもともとの専門であります。私は地政学の専門ではありません。私は家族形態の分析がもともとの専門分野であります。そしてそれぞれの世界の大きな民主主義国の中にはそれぞれ異なった家族形態があったのです。そしてそういった家族形態というのは自由だとか、あるいは権威主義的であるとか、権威とか平等とか不平等とか、もしくは平等性の無関心といった価値観を伝えてきました。すなわち一般的に民主主義に進むこの動きというのは識字率の向上によって可能になったわけですが、その結果
結局さまざまな形態の民主主義の形が生まれたのです。まず最初にアングロサクソン系の世界を見てみましょう。私が絶対的核家族という、両親と子供だけの核家族のモデルであります。そして、相続がそれほど平等を知るとは言い切れない。そういった国々では個人主義的な気質が発展しましたし、そういった国の民主主義では政権交代があり、二大政党が政権を獲得するために足ります。例えば、労働党と保守党とかイギリスだったり、アメリカでは共和党と民主党とのような対立です。ただ、ドイツと日本ではどちらも似たような家族形態がもともとあったわけなんですが、いわゆる私が直系家族という家族形態に基づいています。直系家族というのは過去の農民とか、あるいは過去の貴族の家族の形態なんですけれども、そのような家族では一人が相続を受け継いで家を継承するというモデルであります。しばしばそれは家の長男がこの家を継ぐということであります。男性、父系の直系家族であります。このような家族形態のところでは権威主義的でかつ不平等な価値観もあり、結局一時の日本の軍国主義の台頭だとかドイツのナチスだとかいろいろ難しい時期を経ましたが、その後真の民主主義を生み出していますが、それはいわゆる政権交代の民主主義ではありません。アングロサクソン的な政権交代の民主主義ではなく、私が垂直的と呼ぶ民主主義です。私が考案した言葉ですから、他では使われないと思います。使われていないと思います。で、その国々では、みんなもちろん情報や教育があり、法治国家で選挙権がある、そういった国々なんですが、そういった国々では、どちらかと言いますと、国民がエリートにより大きい権力を統制が弱い形で移譲してきました。いわゆるもっと個人的な気質のアメリカとかイギリスとかフランスよりもドイツや日本の方がそのエリートをより容易に受け入れてきたんだと思います。こういった垂直的な民主主義というこのドイツや日本では。で、私はフランス人なのでフランスについても一言申し上げますが、フランスは確かにアメリカ合衆国やイギリスによく似ています。家族形態においてもそうです。ただ、相続のルールはとても平等主義なんです。ですから、なぜフランス人というのはこの平等平等とうるすかいいのかお分かりになると思いますが、フランス革命では平等ということが非常に重要でありましたが、しかしその結果とても不安定になっているのです。皆が平等になりますと、必ずしも安定した政権政治体制といったのは維持しきれません。しかしながら垂直的な民主主義、ドイツとか日本の垂直的なそういった社会では政権交代は通例というよりむしろ例外的なものです。ドイツでは宗教的に例えばカトリックがいたりプロテスタントがいたりしていろいろ多様です。その結果ドイツの政治形態には私がそうですね、複雑な状況となり、いろいろ政権交代はあるわけなんですが、ただ、今のドイツの傾向というのは、むしろ左派と右派が連携するものだと思います。キリスト教民主同盟とキリスト教社会同盟が連携します。そして社会民主党とも連携します。ただし、あくまでも民主主義のルールは尊重しての連立であります。
そして垂直的な民主主義の理想的な形といえば日本かもしれません。というのは日本は本当に一時中断した時期を除けば日本の伝統の中には常にやはり選挙があり教育のある人々がいる。しかしながら自民党が常に政権を握り続けてきたのかもしれません。ただし日本での重要な政治議論は自民党の中でも結構行われます。自民党の中にいろいろな派閥がありますから、非常にだからですから都市区な民主主義の形態であったのかもしれません。そしてまたちょっとショックなことを申し上げることになるかもしれませんが、特に西洋人にとってはショックかもしれませんが、ロシアの民主主義は非常に権威主義的な民主主義なんですけれども、今ここではプーチン時代の民主主義のことを考えております。これはしばしば非民主主義的な制度だと言われていますが、しかしロシアでも選挙はあります。もちろんメディアは必ずしも自由に書けませんが、しかし情報はそれなりに国の中に流通しております。そして家族形態は非常に共同体的なものであり権威主義的なもので、なおかつ平等を大事としていたようです。平等性だったようです。で、ある意味で全一的なものを大事にしてきた家族だと思います。ですからこれがロシアというのは3番目のタイプの民主主義、権威主義的でありますが、しかし全一的な側面のある民主主義、これもやはり民主主義と呼べると思うのです。ただここまで申し上げてきたのは過去の話であります。民主主義というのは今申し上げたように皆がきちんと読み書きができるときにしか生まれません。そしてあまりにも教育レベルの格差がない場合に可能なんです。ところが先進国の中で先進諸国の中で第二次大戦の後何が起きてきたかと言いますと、de l'éducation supérieure qui a produit une fragmentation des sociétés, その結果社会の亀裂が生まれています。最も進んでいる国々の中に高等教育を受けた人たち、これ結構かなり多いんですけれども、高等教育を受けた人たちと中等教育を受けた人たちと、それからいわゆる初等教育ぐらいまで、非常に読み書きぐらいまでしかできない人々の間にかなり分断が生まれてきているのです。このような変化によってどのようなふうに民主主義が変わってきたかということを見るのはとても興味深い点だと思います。ドイツにおいて日本においてはこういった垂直的な民主主義というのは非常に逆説的なことでありますけれども、最初にリベラルな民主主義が落ちてきた国ほどは崩れていないんです。本当にパラドックス、逆説であるかもしれません。ドイツと日本というのは決して一番最初に民主主義を制定した国、つまりイギリスとかアメリカとか合衆国とかフランスの中には入りません。そして飢饉も随分いろいろ経験しました。しかしながらドイツと日本の垂直型の民主主義というのは今明らかに新しい教育の階層化がもたらした解体の力に最もよく抗っています。ドイツとか日本というのはもともと個人主義的な傾向がある国ではありませんが、しかしその非常に高い教育レベルのポテンシャルがあり、そしてまた技術的な能力を伝達するというのが一つの伝統であります。これこそがもちろんこの女系家族の根底にあるわけなんですが、一方では、初等教育、中等教育を受けた人たち、他方に高等教育があるというこの分断はドイツや日本ではそれほど明白ではないんです。日本では25歳から34歳の 60% が高等教育の免除、しばしばかなり技術的な免除を取得しています。その結果、日本社会は大衆の中核部分において多くが高等教育を受けており、初等、中等教育
までのものが占める位置はそれほど大きくありません。ということで、日本の社会というのはある意味その均質性、あるいは教育レベルの均質性といったものを維持することができたのです。ドイツはむしろ逆です。あまりドイツでは高等教育を収めません。高等教育修了者は 30% です。しかしながら、結果は日本と同じようなものなんです。つまり、それほどドイツの社会では分断がないのです。というのも、ドイツでは技術的な産業的な優れたスキルを持つ技術者を生み出し、これがある意味高等教育修了者とよく似たレベルになるわけです。ですからドイツでも日本でもアメリカ、イギリス、フランスほど労働者をや熟練技術者を貶めることはないのです。つまりアメリカ、イギリス、フランスの社会ほどドイツと日本というのはエリートと庶民という2つの極に分断されていないのです。アメリカとかイギリスとかフランスでは本当に高等教育を受けた人たちとそうでない人との間での大変な亀裂があります。そしてこういった国々では非常に対立があります。それほど教育を受けたい人たちと結構たくさんいるので、大衆エリートといいますが、そのエリートとの間の亀裂と対立が非常に激しくなっています。非常に逆説的なんですけれども、ドイツや日本のように、非常にもともと民主主義的だった国々よりも民主主義的な抵抗力を持っているんです。質問、今どのぐらい私喋ってしまいました？何分ぐらい私今話しているでしょうか？30分ですか。ということはあとまだ30分半分残っているということですね。私の講演時間がまだあと30分は話していいということですね。20分だけなんですか？30分。はいはいはい。英語でお詫びを申し上げます。典型的にフランス人で時間を守らなかったことをお詫び申し上げます。Alors, je crois que cette différence de structure sociale nous permet de comprendre un autre paradoxe qui est que l'un des grands thèmes je dirais, de la science politique actuelle, l'un des grands soucis dans les systèmes politiques, c'est l'affrontement de l'élitisme et du populisme. Trump est considéré comme un président populiste. Le Brexit en Angleterre a été considéré comme une victoire du populisme. En France, on a un président antipopuliste, mais le Front National, parti d'extrême droite populiste, リスト党がありまして、この党が大統領選の第2回投票において投票の3分の1を獲得しております。結構な、これはかなりな数字であります。で、こういったことが起きているということは、結局、日本とかドイツでは見られない事態だと思うんです。日本ではポピュリズムはもちろん政治的には何の役にも立たないのかもしれません。例えばポピュリスト運動が自民党の脅威になるような状態ではございません。信頼の関係が庶民とエリートの間にあるのです。国民たちはエリートにその権力を委託し、そして
エリートの方では国民に対して責任を持っているのです。ドイツでは状況は少し違います。ドイツではドイツのための選択肢AfD ですが、ポピュリスト政党で古典的な労働者、学歴が低い人、若者を引きつける古典的な伝統的な AfD というポピュリスト政党ですが、12% の投票率でした。少し考えてみましょう。ドイツはナチスの台頭を見た国ですので、心理的な大きなショックでした。しかし、この移民の流入のその流入の多さを考えましたら、また難民の数の多さを考えますと、アンゲラ・メルケル政権によって受け入れられたシリア危機のあった後に触れた難民の数を考えますと、12% の投票率というのはすごくわずかなものです。しかもこのポピュリスト投票の数を分析いたしますと、旧東ドイツ民主共和国にはほとんど難民が行きませんでした。一方で、西の旧ドイツ連邦共和国ではほとんどの難民を受け入れたんですが、そこでは 10.7% のみだったのです。したがってヨーロッパのコメンテーターが言っているのとは全く反対に、ドイツは垂直的な民主主義で国民がその指導者を信頼しているということが言えます。そして我々の問題の核心に行きたいと思います。アメリカの危機についてです。なぜアメリカが危機にあるのか。アメリカに対して大変悲観主義的です。今、私のこの章、アメリカの章に関して、統合失調症になったアメリカというタイトルにしております。分裂してしまっているということです。その人格が分裂してしまっているということです。トランプの大統領としての当選は私は恐怖を感じませんでした。この点、私はフランスでは多少孤立した解説者でした。白人、他の人より学歴の低い白人アメリカ人がトランプ大統領を選出した自由貿易に苦しんでいて、そして死亡率が増えているような社会で、経済的な考えられた保護主義によってアメリカ社会内部の対立を和らげることができる、不平等の問題を解決できると考えました。トランプを人として私は嫌いです。彼の髪型は嫌いです。彼のスタイルも好きではありません。彼のゼノフォビア、外国人嫌いは好きではありません。Comme je suis un chercheur très consciencieux, j'ai même été passer une nuit au Trump Hotel de Las Vegas. C'était horrible. Je vous assure que l'Imperial Hotel de Tokyo est beaucoup mieux. Ça ne se compare pas. Je veux dire, c'est la différence entre avoir de la classe et de l'élégance ou avoir de la vulgarité. Comparer l'Imperial Hotel et le Trump Hotel sont devenus un concept comparatif. Mais quand même, je trouvais que l'idée initiale de Trump de pratiquer le protectionnisme, de revenir un rôle plus modeste pour les États-Unis dans le domaine international, d'arrêter de faire le gendarme du monde, tout ça me paraissait très bien. L'idée de rapport apaisé avec la Russie me paraissait une idée excellente. Au fond, plutôt que comme la victoire surprise d'un ce qu'on appelle populisme irresponsable,勝利というよりは、私はトランプが勝利したことを大衆政党の勝利と見ていました。むしろアメリカ社会の苦しみを直視することを受け入れた大衆政党の勝利と見ていました。盲目的で
帝国主義的で自由貿易主義で過当性的で、私今ヒラリー・クリントンのことを話していますが、不平等の体現者に勝利したのだと思います。しかもこの過当性政党は左派に代表されていました。民主党に代表されているのが奇妙でした。トランプは外国人嫌いでした。Je vais dire rapidement que je n'ai pas une vision idéalisée de la démocratie. Je ne pense pas que la démocratie, au départ, ça soit simplement l'universel, l'amour de tous les peuples de la terre. La démocratie, au départ, c'est un peuple qui s'organise lui-même à côté et contre d'autres peuples. Et je pense depuis longtemps qu'à l'origine, la démocratie est toujours un peu xénophobe. Et que c'est simplement que quand plusieurs peuples démocratiques et un peu xénophobes voisins commencent à comprendre qu'ils se ressemblent, on a la phase universaliste de la démocratie. Donc je considérais民主主義が普遍的なステージに入るのです。したがってトランプの外国人嫌いというのは、ゼノフォビアというのは必要悪というふうに思いました。ここで問題なのは、そしてアメリカに対して全く楽観的であれない理由というのは、トランプの歴史的意義に関して見解を変えたからではありません。アメリカが分断され続けていることが問題なのです。アメリカの政治システムにおいて、文化的な状況において、安定的に2つの陣営が対立しています。株社会、矛盾する株社会が2つ対立している状況なんです。一方で、共和党、トランプの共和党、それがポピュリスト大衆政党を代表しています。他方で、民主党がございます。クリントン的な民主党です。これは奇妙な白人の最も教育を受けたアメリカ人、地位的に最も高等教育を受けた人々とブラック、ヒスパニックのマイノリティです。メディア、エスタブリッシュメントのプレスを読みますと、例えばニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポストの社説などを見ますと、トランプの当選以降、内戦状態、冷戦的な内戦状態が見られるように思います。構造的にアメリカが分断されているのです。最初はそんなに懸念しておりませんでした。しかし少しずつ分かったことは、過当性、帝国主義的な党派はアメリカナショナリズムの一つの側面だったのです。帝国主義的ナショナリズムだったのです。そしてトランプの大衆政党の方はアメリカを再度偉大にというスローガン、アメリカファーストなどのスローガンを掲げましたが、これはまた別のタイプのナショナリズム、国家主義だったのです。最近で唯一の国の統一の、アメリカの統一の可能性というのは対外政策においてです。その対外政策とは国家主義的、ナショナリスト的で、トランプの態度とエスタブリッシュメントの態度の融合が対外政策においてのみ体現、実現できるのです。これが実際起こったことです。イランの
核合意離脱で、それがこの総括、この融合が行われたのです。表面的な理解というのはトランプの単なる気まぐれだというふうに言えるかもしれませんが、真実はこの核合意離脱というのはアメリカのエスタブリッシュメント、支配層からも大変よく受け入れられています。外交の支配層から受け入れられています。ますます大変優秀なアメリカの分析者マイケル・リンドが言っていましたが、彼とこのプレゼンを書く前に少し話し合ったんですが、アメリカの根源的な問題というのは衰退しつつある大国であるということです。帝国以降で私がお話ししましたが、フランスとイギリスがと同じ問題を持っておりました。米国の現在の状況は脱植民地化前夜のイギリスあるいはフランスの状況を思わせると述べていました。つまり米国というのは自分の衰退を受け入れることができない世界からエレガントにスマートに撤退することを受け入れられない国なんではないかと思っております。これは私はますますな私を驚かせることであります。しばらく前にトランプ氏の政策を分析したときに私はオフショアバランシングという概念に非常に興味を感じました。フランス語にも訳すことができない戦略的な概念であります。オフショアバランシングというのは、これは米国が世界各地の軍事介入から撤退する。しかしながら自分の世界的なヘゲモニーを維持する。それはどうやってかと言いますと、できるだけ経済的に一時的にユーラシアとかなどに散発的に介入することによってです。つまりアメリカ合衆国の代わりにヨーロッパだとか、あるいは中近東などで、あるいはアジアでもって東アジアなどによって自分の代わりに別の覇権的な国が出現しないように時々軍事的な介入をする経済的なやり方ということです。私は何かトランプがこのようなオフショアバランシングをやっているような気がいたします。現在、非常に明白なことだと思えるのは、まずこのような戦略が実際に適用できるためには、相手、つまり帝国主義的な自由貿易的なオリガルシ的な体制を好むような陣営がそれを受け入れなくてはいけませんが、もし今このユーラシアの3つの場所を考えてみますと、本来アメリカ合衆国がこのオフショアバランシングを適用しうる場所を考えてみますと、現実にはそれは不可能なのです。というのはアメリカの力がもう不十分だからです。まず東京にいるので、その最初の地域、極東から挙げましょう。最低限の礼儀として日本からお話、つまり極東地域からお話しなくてはいけません。この極東地域からアメリカは撤退できません。非常に脆い大国と申し上げましたが、それでも中国はあまりにももう強くなっているのです。いるからです。そして中国と
アメリカ合衆国は日本の再軍備化を阻止しています。日本が軍事産業を発展したり、戦闘機など、航空機などを作ったりするその産業能力を阻止しています。もちろん日本では憲法9条というのがとても大事だということも分かっております。つまりこれは軍事的に外に介入する時の許可の問題に関わることのようですけれども、しかしながら外から、つまりヨーロッパから言いますと、日本の問題は憲法9条ではなく、日本の歴史的な問題というのは、アメリカが合衆国が日本の軍、日本がちゃんとした軍を持つことを阻止してきたことだと思います。ちょっと極端な言い方ですけれども、日本はアメリカ同盟国というよりも保護領のようなものにも考えられなくもありません。しかし今、アメリカは本当に同盟国を必要としている。しかしながらこの同盟国は十分に今中国に対峙できるような状況にはないというそういう状況です。しかもさらに奇妙な点が一つあります。この地域において奇妙な点がもう一つあるというのは、Je vais parler comme un Français. フランス人としてお話しするということでちょっとお許しいただきたいんですけれども、フランスは核保有国です。核兵器を持っている国であります。で、フランスにとって核兵器というのは戦争を意味するのではなくて、自国の安全を保障するものなんです。核兵器を持っているということは戦争を終わらせるという考え方に基づいているのがフランスの考えです。で、今アジアの問題にも話を戻しますと、この地域で唯一逆説がありますのは、この地域で唯一中国に対して自国の防衛能力を持っている、核抑止力を持っているのが北朝鮮なんです。奇妙なことを言ってるとおっしゃるかもしれませんけれども、フランス人から見るとそういうことなんです。フランス的な合理的な見方に言うとそういうことなのです。いわゆる感情的な話は抜きにしての見方であります。もちろんすぐに問題があるというわけではありません。短期的にはすぐ問題が発生するわけではないでしょう。というのもアメリカに合衆国の中の2つの陣営、いわゆるトランプ主義者であろうとクリントン派であろうと、この2つの陣営どちらも中国に対して警戒心を抱いております。トランプ派は中国と貿易などをめぐって対峙しています。貿易赤字があるということで、中国と対立しています。クリントン派は中国が非常に大きな国として対としており、戦略的なライバルとなり得るので、やはりクリントン派も中国に対して警戒を抱いています。ですから中期的に短期的に東アジアにおけるアメリカのプレゼンスというのは比較的確かなものでありましょう。アメリカはこの地域にとどまり続けるでしょう。しかしながらこの前とある記事を見ました。そこで中国の南シナ海の支配権を取ろうとしています。小さな島々を抑えたりしていろんな防衛システムを作っている。しかしそれに対してアメリカ合衆国は勇気を持って反対しようとしなかったと書いてあったのです。つまり極東においてもこのアジアにおいて本来でしたらアメリカが非常に強力な大国であるはずなのにそれほど強くはなかったということがここから言えます。次にヨーロッパについてお話ししましょう。ヨーロッパも混乱と麻痺の地域です。ですが、ここでもアメリカ合衆国はオフショアバランシングの政策を実施できません。アジアと同じ理由からです。つまりアメリカ合衆国はヨーロッパが自立した軍事大国となるということを阻止してきたからです。ドイツに関してがそうです。米国はドイツが戦略的な自立した国となるということを抑止してきました。ですから西ヨーロッパにおいては
l'appareil militaire russe. ロシアの軍事体制に匹敵するような軍事体制が取れていません。このヨーロッパでもですから即刻アメリカ合衆国が撤退するというようなことは想像できません。つまりオフショアバランシング戦略の即刻実施は想像できません。しかしそれほどそれは深刻なことではありません。というのはロシアが非常にアグレッシブだといろいろ言いますけれども、これは本当にフィクションなのです。かなりイデオロギー的な解釈なのです。私はこれはちょっと心理学的な問題、極端に言えば精神病的な問題だと思います。私はフランスの知識人として珍しくロシアに対して吠え立てるフランス人であります。フランスの大半の知識人はそうなんですけれども。ですから時々私はパリのロシア大使館のランチに呼ばれます。ですからそこで落ち着いて議論することもできますし、非常にロシアのハイレベル人たちの、そして外交の人たちの責任感とか慎重さを実際に目の当たりにしています。確かにロシアの通常兵器は非常に弱いものであります。ですから新しい戦略的な核のドクトリンを作っています。もしロシアの領域に NATO よりも非常に大きな通常兵器による攻撃があれば核兵器を躊躇せず使うと言っています。de déséquilibre militaire en Europe. ヨーロッパにはそんなに強い、つまり言いたかったのは強いアンバランスはない、平和を崩したいという気持ちはフランスにもドイツにもロシアにもないということです。でドイツは今ちょっと躊躇している体制にあります。アメリカに忠実にして続けるか、体制を支持者にするか、あるいはひょっとしたら中国と親しくするか、あるいは米中欧の三極形成を狙うか、どうしようかと躊躇しています。ただ中国がドイツの企業を買い出してからは少し中国に対しては少し消極的になっています。日本でもこの中国の方々が最も先進国の国のテクノロジーを買収しようとしている、そういった心についてはよくご存知でしょう。つまり現在新聞などを見ていますといろいろ整合性のないことがあります。実際、イランとの核合意からの脱退の問題があります。この米国がこのイランとの核合意から脱退したということは、イランを攻撃していることに思われるかもしれませんが、しかしながらこれはヨーロッパ、特にドイツ、フランス、イタリアに対するアグレッシブな態度でもあるのです。というのも今申し上げた国々というのは、イランと非常に大きな貿易とか商取引を行っているからなんです。これ本当に深刻な問題なのです。かなり最近ドイツとその経済的な大国がアメリカが中国について脅威であるというようなことを書いている論文が出ております。先ほどちょっと整合性がない状態になっているというふうに申し上げました。ですから将来のことも予測できないというふうに申し上げました。で、ヨーロッパについて私が語るべきとき、私は西欧ヨーロッパについて EU について語るべきなのか、語るとき、失礼。この EU がアメリカの同盟国なのか、それともアメリカ合衆国の対立する陣営なのか、どう申し上げているのか分かりません。ポーランドは今、アメリカ合衆国のような同盟国あればもはや敵もないって、かつてのポーランドの状態を考えれば少し考えられないことを今ポーランドが言っているわけです。こういった錯綜した状態が現在のヨーロッパの状態であります。では3つ目の地域に申し上げましょう。覇権ヘゲモニーが問題点の
となっている問題なのであります。アメリカにとってはもちろん重要な問題、先ほどヨーロッパの話をしました。それから東アジアについて、そしてこの3番目、中東地域という問題がございます。ここでもclassique d'une Amérique qui agit comme si elle était libre, comme si elle était toute puissante, et comme si elle avait fait une bonne farce aux Iraniens. 行動し、そしてイランをコケにしているような風に書く人もいるかもしれませんが、しかしながら現在この地域で何が起きているかというと、実際は米国が一つの戦いを失った負けたのです。イラクを侵入し、イラクを破壊しました。そしてその結果、イランが強くなり、イランのヘゲモジーの問題が中近東全体に起きているのです。イランがあるシリア、これもなんとか生き延びています。そしてヒズボラIl faut bien comprendre que il faut aussi un peu essayer de voir où est l'intelligence dans les choix stratégiques. Tout le monde parle des chiites comme particulièrement abominables, menaçants, etc. Mais quand on est anthropologue, quand on travaille sur les systèmes familiaux, on sait que les régions chiites sont celles où le statut de la femme est le plus élevé, où les organisations claniques, patrilinéaires sont le moins importantes. C'est les régions où on peut construire des États et c'est des régions qui sont en fait plus efficaces. L'une des raisons de l'efficacité de l'intervention russe au Moyen-Orient, c'est que les Russes se sont choisis les bons alliés, en fait, efficaces, et que les alliés des Occidentaux, les Saoudiens et les autres, les pays arabes sunnites, sont les alliés les moins efficaces. あまり効果的ではない国なんです。おやおや、これは大変なことになりました。では、je vais essayer, je vais donc terminer. では、comme je l'avais prévu quand même sur le Japon, puisque le problème est la survie du Japon. Et pour pouvoir parler du Japon, je vais prendre le risque de déborder un peu de mon temps, parce que ça ne serait pas courtois de ne pas parler du Japon. Alors, je donne mes conclusions pour le Japon. Alors, d'abord, je le répète une fois de plus et toujours, pour moi, la priorité pour le Japon, 優先事項というのは少子化対策への国の支援だと考えています。根源的な日本の問題は人口動態です。それは今までも言っていることですし、戦略的に短期的には短期的だけですけれど、アメリカが日本が中国に対抗するため支援はしてくれるでしょう。日本との関係はアメリカのためにも優先的な関係なんです。日本がアメリカを必要としているだけではなくて、アメリカも日本を必要としているのです。日本は世界の第2の技術大国です。またアメリカと日本の技術資源を足しますとヘゲモニーとは言えませんが、その技術的に優位だということが言えます。マドレーン・オールブライトの古い表現を使えば、必要不可欠な国だとアメリカは必要不可欠な国だとは考えていませんけれど、アメリカにとって日本はすでに必要不可欠な同盟国なのです。次に北朝鮮についてです。ルモンド紙の東京特派員フィリップ・ポンスの記事を読みました。北朝鮮変貌するゲリラ国家という記事ですが、それを読みまして北朝鮮政権は常軸を逸しているのではなくて戦略的安全保障に執着していると分かりました。北朝鮮は
totalement bombardé pendant la guerre de Corée. 朝鮮戦争の際に戦火と化しました。したがって、この戦略的な執着というのは当たり前のことかもしれません。心理的、歴史的に日本と北朝鮮の間にいろいろ問題があると思いますが、日本もいろいろ爆破を受けましたが、その北朝鮮の懸念というのは分かるのではないでしょうか。ここで驚くべきことが起きました。それを目にしたのです。まず、アメリカの奇妙なそのアプローチというのが、行動が明らかになりました。トランプが北朝鮮と近づこうというのがポジティブに捉えられました。その後、イランの核合意を脱退しました。これはネガティブなことと捉えられるかもしれません。しかし全体が均衡だというふうに言えるかもしれませんが、そうではありません。アメリカはイランという核開発、核兵器を諦めた国との合意に脱退し、そして核を保有した国と交渉したのです。これを見て当たり前のことですが、私にとって当たり前ですが、北朝鮮はアメリカとの交渉をやめるだろうというのは自明なことでした。イランの核合意脱退を見れば、北朝鮮は核兵器開発をやめるというのは馬鹿げた夢となってしまいました。もうそれはもう始まりましたね。今恐るべき、懸念、憂慮すべき状況で、私は大変懸念しております。心理的にアングロアメリカン、英米世界に近いのですが、アメリカがいろんなところで混乱の種をまいているのです。そして現在の行動は核拡散を促しているような行動をしているのです。アメリカと問題を抱えている国々は北朝鮮とイランの状況を見れば核を保有しなければ安全ではないという教訓を得たのです。私もフランスのラジオでいつかこういうことを言ってみたいと妄想していました。アメリカの皆様、フランス人は核保有国ですので、我々をきちっと私たちに礼儀を尽くしてくださいというふうにジョークを言いたいと思っているほどです。日本に関して2点、困難な点、そして苦痛を伴うとも言える点について触れます。2006年、朝日新聞のインタビューで、アメリカがブッシュ2の時代でしたが、日本が核武装に関して考えなければいけないと提案いたしました。その時の提案の反応で大変私は興味深いと思いました。東京に行って私のオープンな態度には好感が持てるというふうに思っていました。日本が核武装をするに足る国だというふうに認めてくれたということ。それは第二次世界大戦が本当に終わったということ。でも皆、我々はその核武装を考えていない。痛みを伴いすぎる広島と長崎の記憶がまだ鮮明にあるからです。傷がまだ開いているからです。そして私は人の話を理解できますし、世界のマスターでもございませんので、日本にとっての唯一の安全保障の可能性というのは、アメリカとの同盟関係。それはオバマが政権の時代にはそれは可能なこと、容易なことでした。アメリカが再度理性的な国になっていた時代でした。また
ロシアとの協調をするというのが素晴らしい補完になったでしょう。それが日本の安全保障の戦略で良いものだと考えました。ロシアとの協調というふうに言った際に、私は物事を知らないわけではございません。日本とロシアの歴史も知っておりますし、ロシアの問題がどういうことかということも存じております。多くの人が知っていること、日本人はロシアが第二次世界大戦の末期に参戦したことで本当に裏切られたと考えている。でも私は歴史学者ですので、La guerre russo-japonaise de 1904-1905 1904年と1905年の日露戦争について学びました。そこで日本は大国として台頭したのです。それが日本にどういう対価、財政的に大変な代償を日本は払うことになるのです。6万5000の7万5000の日本の死者が出ました。したがって日露というのは歴史的に大変難しい問題がはらんでいますが、合理的に理性的に責任のある政治外交関係をするというのは今までの過去の対立を乗り越えることです。フランスとドイツがそれぞれの対立を乗り越えることができました。ドイツは3度も1世紀間においてフランスに侵入しています。でも今ではある程度良い形で強調しています。ドイツとフランス語ができたことですので、ロシアと日本もできると私は思っております。最後に核兵器についてお話しいたします。このテキスト講演を準備しながら、ヨーロッパの第2回アメリカの、すみません、ごめんなさい、アメリカのです。アメリカの第2回のその非合理的な突発的な旧世界に混乱を巻こうとしています。例えばイランとの経済関係を分断させること、中東で混乱を招くこと、核拡散を停止するような合意から脱退することによって、アメリカは北朝鮮が今後核武装をまた再開します。そして弾道ミサイルの開発を再開するでしょう。アメリカは中国に対抗しきれなかったのです。中国が南シナ海においての拡張をストップすることができなかったのです。実際の懸念ですが、北朝鮮の場合ですが、日本の戦略的な状況というのはもう理性的、合理的ではありません。日本、世界における第2位の技術大国でありながら、強国で大きな同盟国ではあるけれども、あまり合理的ではない同盟国に頼るのはもう合理的な戦略とは言えません。日本が核武装をするという点はまた本質的な問いになってきていると思います。最後にこのことをもう少し具体的に正確に申し上げます。フランス、私はフランス人ですが、核保有国です。フランス人にとって核兵器というのは戦争の反対です。戦争を不可能にするものです。フランスが核保有国になってから信頼関係を
ドイツと築けるのです。核兵器は自分のためだけに使えるものです。したがってアメリカの核の傘というのは私はジョークだと思っております。そのある国というのは自国のためにのみ核兵器を使うでしょう。アメリカは日本のために核兵器を使うことはないでしょう。日本を守るために核兵器をアメリカが使うことはないでしょう。また、ドイツを守るためにフランスが核を使うことはございません。核兵器というのは自分のための親密なものなのです。日本での議論がさまざまに入り組んでいて、第二次世界大戦に言及したり、国家主義の問題が提言されたり、左派と右派の対立についてが議論されたりしていますが、私はフランス人の左派で平和主義で戦争は嫌いです。ここで皆様にお伝えしたいのは、日本が核武装について考えてほしいと提言するのは、その大国になる、強国になるというのではなくて、世界から解放されることです。その権力の問題から解放されるためです。核武装というのは、私は国家主義の反対だと考えております。ご清聴ありがとうございました。どうも、東田博士ありがとうございました。最後の核のことについても、私たちにとっては思いがけない角度からの議論が多かったと思います。ロシアについてもう少し聞きたいなと思いましたけれども、それは後のセッションでお聞きすることができるだろうというふうに思います。アメリカのオフショアバランシング政策というものが機能しないのであるならば、アメリカはこれからどうなっていくのかということについても、この後に続くセミナーでお話をしてみたいと思います。本当に私たちの通常考えている角度とは異なる新しい視点を多々提供してくださいました。どうもありがとうございました。